ライブを上げて中域も上げることによって相対的に目立たないように。あ、めっちゃ弾きやすい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲストギタリスト瀬川千鶴さん。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。千鶴ちゃんついに。いや、めちゃめちゃありがたいですよ。いやー、会うのも結構ぶりだし。そうなんですよね。初めてお会いしてからもう8年ぐらい経ってるんだって。やばいやばい。今日はですね、千鶴ちゃんゲストでじゃん、この2機種。なんだこれは。 TS 系のドライブペダルと、あとギックマフ系のファズ、これ両方ですね、ミソスペダルズから出ていて楽しみです。めっちゃ TS 系はね、もう皆さん本当によく使われてますね。結構いろんな現場でね、助かるアイテム。助かるこれあったら助かる。でファズもね今日あるから。いや、そうなんです。これちょっと楽しみです。じゃあ順番にやっていきたいなと思います。はじめにこの TS 系のエンビ TS といえばこの緑のこういう感じ、このボタンがね2つついてるので、これがねオリジナル的なところかもしれない。ああ、なるほど。気そうになりますね。今日ね、じゃん、こちらのかわいい特別カラーレッドスパークル、今限定で出てるそうなので。かわいいですね。どっちが好き、千鶴ちゃんこれ？私やっぱ赤が好きですね。おー、確かにね、もうギターも赤だもんね。ギターも赤だし結構赤系多いよね。多いです多いです。じゃあこちらでやっていきましょうか。はい、つながりました。で今アンプマッチレスのドクリーンのアンプにつないでるので、なるほど。結構すっきりしてると思うんだよね。すっきりしてますね、体感。 TS 系って結構やっぱりミドルがすごくこう、そのイメージ。そのイメージ。おー、だいぶ変わった。そう増やしていくとミドルがだんだん出てくる感じ。なるほど、それを調節していくんですね。そうだからドライブを少なめで弾くと結構ねあっさりしたサウンドになる。なるほど。カラッとしてるっていうか。そうですね。じゃあトーンも回してみようかな。はい。おー、なるほど。今セッティングしてみたのがトーン下げめ、でも下げすぎてない。お、なるほど。ポイントで美味しいところ。そうでドライブが下げめなので、なんだろう、ちゃんと抜けてくるっていう、そういう絶妙セッティングにしてみたんですが。おお、なるほど。っていう感じ。いいですね。リフとか弾くのも抜けそうな感じがして、こういうのが1個ボードにあるとローゲインの時にこれを担当してもらうだとか、そういった使い方もまずできるかなと。できますね、これは。続いてはさっきと結構逆な発想のセッティングなんですけども、トーンはもうバリバリに上げています。でトーン上がっていてギラギラするところをどうやって抑えてるかっていうと、ドライブを上げて中域も上げることによって相対的に目立たないようにしています。なるほど、ちょっとマイルドにしてくれると。でこの TS 系ってやっぱり歪んでるアンプをこうプッシュするっていうのが一番こう美味しい使い方なんだけれども、今使ってるアンプはドクリーンなので、もうここでしっかり歪みを作っちゃうぞっていうイメージで音作りしてみました。なるほど。はい。そしてディレイをね今この後につないでるんで、リードフレーズとかどうですかね。千鶴ちゃんやっぱかっこいいよね。いやこのペダルのおかげで温かみがありつつ、そうね、ちゃんと中域をすごくこう押してくれてる感がありますよね。ありますね。弾きやすかったです。おお、よかった。冒頭に言ったこのスイッチが2つありまして、右のクリップ、これねクリップが解除されるんだけども、クリップって
って何ですか？だよね。オーバードライブって実は音量をすごく中で大きくして増幅してるんですね。ああ、なるほど。そうするとただ単に音がどんどん大きくなっていくところをクリップするパーツっていう、ここまでしか音量を大きくしちゃダメっていう天井を決めてるんです。そういう、なるほど。そう、それのことをクリップさせるっていう風にエフェクターの中ではこう言ったりするんですね。でこれをクリップを押すとクリップが解除される。要はめちゃめちゃ大きい音出ちゃう。なるほど。クリップを解除すると何がいいかっていうと、歪み感は減るんだけれども、ピッキングのダイナミックス感がすごく荒々しく出るんですよね。あー、すごい。でかいよね。なるほど。すごい、全然違う。そうなんか違うんですね。オーバードライブペダルとブースターの間ぐらいまでいっちゃう感じ。じゃあクリップは元に戻して、あとこのローズ、これね、低音がすごく増えるボタンです。おー、気になる。TS 系ってミドルが持ち上がったり、あとはトーンでこの広域を上げたりすることはできるんだけども、低域ってあんまり操作することができないエフェクターが多い中で、このボタンがあることによってもうちょっと低域欲しいんだけどなっていう時に上げれる。いや、これ結構好きです、私。あ、本当？リフ弾く時とかにね、存在感が出ますよね。そうじゃあ千鶴ちゃん、今このマッチレスのドクリーンでやってきましたけれども、マーシャルアンプがドライブしてるやつをプッシュした時にどうなるか、これやってみましょうか。だいぶ変わりますね。はい、じゃあマーシャルにつないでみました。じゃあ今エンビーはオフで、マーシャルの音がちなみにこんな感じです。オンしてみると、どう楽しい。これをね、やっぱ本来の使い方っていうか、一番いやー、めっちゃ楽しいですね。マーシャルってやっぱジャキジャキしてる音を、このミッドをねすごくブーストしてくれてるブースターで音を送ることによっていいバランスの音に。いや、めっちゃ楽しい。楽しいですこれ。これリードとか弾くとどうかな。確かに。うわ、めっちゃええわ。これは楽しいね。じゃあこの後もファズに行っちゃうので、エンビーのラストということで、せっかくなんで僕のにつないでみました。センドリターンにはディレイとかリバーブもかかってるんで、じゃあこれで。続きましてはファズビッグパフトジュニア。こちらです。めっちゃ可愛くないですか？可愛いっすよね。初見で見た時めちゃめちゃ可愛いと思って。なんと限定カラーが展開されているそうで、全部で5台あるんだけども、石橋楽器限定カラー。落ち着く色合いですね。落ち着きますね。続きまして池部楽器限定カラー。可愛い。なんかこの周りの枠がなくなるだけでなんかちょっとシンプルになってシンプルいいですね。全体的にね、これすごいね、作りがいいっていうか質感がいいっていうか、これちょっと持ってみて。なんかすごくさ、グッとこない？なんか思ったよりあと軽いです。軽い軽いですね。ミュージックランドキー限定カラー。ファズでね、こういう緑がかったのに黒いノブっていうのが結構ありましてですね、質感もこうなんかこうちょっとマットというか、本当だ。島村楽器限定カラー。また全然違う。これはどうですか？これかっこいいですね。かっこいいですね。なんかロゴが白っていうね、逆に。ボードの中で多分浮かないですよね。そう、主張しすぎないけどなんかワンポイントみたいになりそうなカラーですね。最後じゃん、サウンドハウス限定カラー。これまた金色と黒だ。可愛いですね。じゃあこれをどれ弾く？今日これ、全部一緒なんでね。
でもねやっぱ私これがすごい好きですね。ノーマル？ノーマル。おー、めちゃめちゃ可愛いです。今日はこれでいきましょうか。はい。つながりました。今クリーンね、またバッチリですね、戻ってきてます。オンにしてだんだん上げていくので。わかりました。うなってるうなってる。めっちゃ楽しいですね。このトーンとサスティンは割とファズ使ってる人だったら感覚で触っていけるつまみにはなってるんですけども、結構意味わかんない人も多いと思うので回してみますね、僕が。はい。っていう感じ。なるほど。サスティンとかをこう下げていくと結構ブチブチ言うんだけど、それがねまたファズっぽくていいんですよね。こうなんていうの、音符そんなに切るみたいな、はいはい、確かに確かに。すごく音がベッて切れるんで、それがなんかいい他のエフェクターにないような味じゃない？そうですね。サスティンって音のこう長さみたいな、どれくらい伸ばすかみたいなところなんですけど、これ上げていくとそういう感じではなくなってくる。っていう感じで、今リレーをつないでみて、かつ、僕ならこういうセッティングでリード弾きたいかなっていうセッティングに、要は使えそうなセッティング、にしてみました。サスティンは結構長めにしてるので、助かる。弾きやすいと思う。普通のエフェクター感覚で弾けるし、でトーンを上げるとすごいビヤーっていうそのハイがきつくなる、それが良さだったりするんですけども、なってくるのでトーンは抑えめです。楽しみです。弾いてみますね。どう？めっちゃ弾きやすい。いいよね。はい。なんかパンチもあるし。しかもしっかり抜けるんで、ここをねトーンもうちょっと上げるともっと前に出てくるんですけれども、これだとライブでこの曲だけリードソロをこれでやるとわーっていう。なりますね。なりますね、これは。味付けしたい、なんかちょっと飽きてきたなーっていう時とかにもこういうリードの取り方も面白いと思う。めっちゃ面白いです、こういうのは。あとはね、例えばトーンとかもっと上げてファズらしくして、そこの楽器のボリュームでちょっといろいろ調整してみる。なるほど。っていうみたいな。それ、さすがパズならではの。そうここのボリュームが本当に楽器って言っても過言じゃないぐらい音変わりますもんね。なので皆さんもね、このファズだけに限らずファズ試す時はね、ぜひここのボリュームをもう10は一旦こう忘れるぐらいの、もう普段8で7で行ったり来たりするっていうのは結構面白いかもしれないですね。じゃあ今日最後の締めの演奏として、今やってみたボリュームとかを使いながら、このビッグパットジュニアを使ってしずるちゃんに締めの演奏をしていただいて動画終わるかなと思うんですけども、試されてますか？試してはないんだけど、お願いしてもよいでしょうか？はい、もちろんです。お願いします。おー
わめっちゃいい。やっぱこのファズってこう味出せるのがいいですよね。なんかジューシーですよね。すごいよかった。かっこいい。はい、というわけでエンビーとそしてビッグファフトジュニアでした。はい。楽しかったですね。めちゃめちゃ楽しかったです。ミソスペダルズの情報概要欄に載っているのでぜひチェックしていただければと思います。そしてちずちゃんの SNS も概要欄に載ってますのでぜひチェックしていただければと思います。ちずちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんまたの動画です。